こんにちは。今日は襟ぐりから続けて編んでいくトップダウンのセーターを作っていきます。とてもシンプルな作り方なので、糸はいろんな糸が入っているこの糸を使って編んでいきます。今回のようなトップダウンは作り方が簡単なのと、あと編みながら体に当ててみてサイズの調節がとても簡単です。最初の襟ぐりの広さを決めたら、あとはお子様用にも、あとたっぷりサイズにも簡単に合わせることができます。それと今回はこれはまだ途中なんですが、こんな感じで胸の部分を少し広くして編んでいきます。こっちが背中で、ここが肩で、ここが胸の部分、ここをちょっと広くしてでゆったりとさせました。着心地が良くなるので、よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのエアリーリリー、色はリバーブルー、30g で約60メートル。材質はポリエステルとアクリル。使用界隈の目安は8から10号。これを今回10号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。ここは10号で編んでいくんですが、ここだけ少し細い針を使って編んでいきます。私は8号で編んでいきます。使う糸はこんな感じで、太さは約3ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。まず鎖編みをしていきます。この時針は細い方を使います。糸端は少し長めに残しておきます。この糸端を使って後で縫い合わせるので、だいたい20センチぐらい、ここからスタートします。鎖を5つ、1、2、3、4、5。私はこの幅で作っていきます。でもっと幅を広くしたいときには鎖の数を増やします。で、細編みをしていきます。細編みをするので鎖をもう一つ、一つ戻って二つ目に細編み、2本見えるうちの向こう側1本の下、次も同じ。これで細編みが5つ。次は2段目、鎖1つ、裏返します。鎖の根元の細編みに細編みで、普段はこの2本の糸の下に針を入れるんですが、今回はこの向こう側1本で細編みをします。向こう側で細編み、次も同じ。で、端ではこの
2本をすくいます。1本ではなくて2本。これで2段目が終わりました。次は3段目。全く同じです。鎖1つ、鎖の根元、2本あるうちの向こう側、端では2本、これで3段目。次も同じです。鎖1つでこの向こう側1本で、これで続けて同じように編んでいきます。端では2本、これを続けてしばらく編んでいきます。これを続けて何段編んでいくかについて説明します。これは作りたい襟ぐりの広さになるまで。私は今回だいぶ広めにしたくて、約65センチ伸ばした状態で測って65センチで、これはこの状態よりも着た時にもう少し広がって長くなります。それも含めて考えて約65センチで、こっちは少し前に作ったものです。これは約64センチで、これよりもうちょっと広くなります。で、今回この襟ぐりの胸の方、ここを少し下げて、で首の前に当たらないようにします。そうすると着心地が楽になります。それも含めて少し長めにしました。で、私はこれを4箇所に分けて編んでいきます。私が決めたものはこんな感じ。ここが肩、ここは胸、ここは背中、こんな感じで決めました。で、82段、同じサイズで同じ糸で編んでいく場合にはこれでいいんですが、違う糸で編む場合やサイズを変える場合、まず作りたい長さを決めて、大体の段数を決めて、それから作りたい比率の長方形を決めます。この長方形は好みの比率で作っていくんですが、大体3対2から2対1の間ぐらい、これぐらいで3対2、これで2対1ぐらい、この中間ぐらいがいいかと思います。で、細くしてもいいんですが、そうすると肩の部分が細くなって、肩が細くなると袖も細くなるので、あまり極端にこの肩の部分を狭くしない方がいいかと思います。で、こんな感じで長編みの数を決めていきます。で、背中よりも前は今回少し長めにします。で、これを正方形に近づけていくと、襟は丸い形に近づきます。で、だいたい決まったらこの4つを合計して作る段数が決まります。で、今出ている糸端で、最初に残していた糸端を使って
つなぎます。で、ねじれていないか確かめてから、こっちが縫う糸で、端は2回糸を通します。で、つなぎ合わせるところはこうやって並べて置いてみたところで、こっちが上の糸、こっちは下の糸、この鎖に見える部分2本あるうちの下をすくっていきます。こっちは上、鎖に見えるうちの上の方、で、端は2回通します。ここから下、こっちは上、で、あとはほどけないように隠します。もう一回縫い合わせて輪ができました。これにマーカーをつけていきます。まず表と裏を確認します。ここが表、こっちは裏。縫い合わせてできたこの段差がある方が表、こっちが表で、この長い糸が外側になるように置きます。
で糸の出ているところがこの位置でマーカーをつけていきます。まずここ縫い合わせた隣、ここに、長い糸が出ているのでその隣で、このマーカーを含めて数えて16、私は16ですが、サイズを変えている時にはそこで計算した数で1、2、3、4、5、6と数えて、マーカーを含めて16番目、これが16番目。16番目の次、16番目の次にマーカーをつけました。次はこの位置、マーカーを含めて数えて27、1、2、3、4、5と数えていきます。これが27、27の次、次はここ、マーカーを含めて数えて、これが16番目、その次にマーカーで、最後はこの部分、マーカーを含めて23番目はここ、今糸の出ているところで、その次にマーカーがついています。これでマーカーがつきました。で、次は長編みを編んでいきます。次は本体を編んでいきます。私はすぐ長編みからスタートしたんですが、細編みを一周編んでから編んだ方が綺麗に出来上がります。私は襟ぐりを広くして、で肩に沿うような形にしたかったので、細編みはまずに長編みからスタートしました。その方がなだらかにつながります。ただ細編みで一周した方が綺麗に出来上がります。で、好みやあと形によって変わってくるので、少し編んでみてどちらかに決めてください。細編みでそのまま一段に一つずつ編んでいくと綺麗に出来上がります。この段に一つ、この段に一つと編んでいきます。次は長編み。この時、この縫い目の表が上になっていることを確認します。こっちが表、こっちが裏。表を上にします。今、糸が出ているのはここ。ここからスタートします。糸を移動させます。この段の端のところで引き抜いて、これで糸が移動しました。で、長編みを編んでいきます。で、ここでは長編みを編んでいくんですが、このマーカーのところだけ長編みを3つ、1、2、3、次も1、2、3、でこっちも1、2、3、1、2、3で広がるように編んでいきます。で、ここはマーカーがついているので3つ。まず
長編みの代わりの鎖3つ。1、2、3。同じところに長編み2つ。これで鎖3つと長編み2つ。次からは1つずつ。1段に1つ長編みをします。で、この段の端、なるべく目立たないところ。次はこの段の端。次はこの段の端。1段に1つずつ長編みをしていきます。で、マーカーのところまで編んでいきます。1周編んできました。マーカーのところは長編み3つ、こっちも3つ。最初の鎖の下から3つ目。1、2、3。次も長編み。で、この長編み3つの真ん中からスタートします。で、糸を移動させます。このまま隣。引き抜いて、これで真ん中から糸が出ました。さっきと同じように鎖3つ。同じところに長編み2つ。で、次からは1つずつ。マーカーのところでは長編み3つの真ん中に3つ。で、また1つずつ。マーカーのところでは長編み3つの真ん中に3つ。こっちも同じ。これで1周します。長編み2周目の終わりまで来ました。最後はこの長編みの上に長編み1つ。最初の鎖の下から3つ目。これで2周目が終わりました。次また糸を移動させます。で、ここから鎖3つ。同じところに長編み。で、次また3つのところに3つ。次も3つ。で、ぐるっと編んでさっきと同じ。ここにも長編みをして引き抜きます。これを繰り返していきます。長編みを10周編んできました。長さはで、長編みの部分だけで約16センチ。で、私はこれぐらいで、次に鎖でつないで袖ぐりを作ります。こっちも同じ。鎖5つ編んで、ここに4センチぐらいプラスして、これぐらいの幅で袖ぐりを作ります。ここで頭を通して腕を通してみて、これにあと4センチ広くなって、そこで腕がきつくないかを確認します。こっちで見ると、この部
これが今回4センチぐらい。この状態で腕が通るかを確認します。で、きついようだったら、あと何週かプラスして編んでいきます。で、大丈夫だったら、鎖5つでつなぎます。私は鎖5つで編んでいくんですが、もう少し増やしても減らしても大丈夫です。その場合も鎖は奇数にします。で、編んできた方向に戻します。編んできた方向に戻しました。ここが糸の出ているところ、糸玉につながっている方で、ここが長い辺、胸に当たるところ、ここは短い辺、肩に当たるところ、この短い辺の角と角を合わせます。反対側も同じ。長い辺と短い辺。短い辺の角と角。で、長編み3つの真ん中にマーカーをつけます。こっちも同じ。3つの真ん中。で、こっちも同じ。3つの真ん中。で、この糸の出ているところは、ここになります。ここは糸の出ているところ。ここがマーカーをつけるところ。で、わかりやすいように、こちら側はブルー。こっちは白。それぞれ合わせていきます。で、まずこの糸の出ていないところ。この長い糸は切らずに休めておきます。で、新しい糸を使って鎖でつなぎます。で、この時糸端を15センチぐらい残しておきます。で、ここから結び目を作って、で、スタートします。で、マーカーのついたところ。糸を引き出して鎖5つ。1、2、3、4、5。で、反対側、短い辺をたどって、次のマーカーで表から針を入れます。で、引き抜きます。これでつながりました。もう一回鎖を編むようにして糸を切ります。この時も糸端は15センチぐらい残しておきます。で、この糸は後で使います。で、ここでまた腕を通してみてきつくないかを確認した方がいいと思います。で、もしきつかったらもうちょっと鎖を増やしても大丈夫です。その時も鎖の数は奇数。で、今度は長い糸の出ているところ。こちら側もつなぐんですが、ここでもこれではなくて新しい糸。さっきと同じ15センチぐらい。で、結び目。ここから鎖を5つ。1、2、3、4、5。で、短い辺をたどってマーカーのところ。
表から鎖一つこれでつながりました。両方ともつながったので、次はまたこの胴体部分に戻ります。この元の糸に戻ってで編んでいきます。また長編みをしていきます。鎖3つ、1、2、3で、後で分かりにくくなりそうだったらマーカー。次は長編み。隣はこの長編み3つの真ん中、ここに長編みをします。でこの糸端は編みくるまないでと残しておきます。次は鎖のそれぞれに長編みをしていきます。まず1つ目、この鎖の2本の糸の下、ここが2本、こっちが1本、この位置に長編み。次もこれで5つの鎖に5つの長編み。次はこの長編み3つの真ん中、ここに長編みをします。次からは1つずつ。で、ずっと1つに1つずつ。で、次の鎖のところ、ここに1つ。この長編み3つの真ん中に1つ。で、次は鎖。1つに1つずつ。次は、この長編み3つの真ん中。で、次は1つずつ。で、ぐるっと編んで、スタート地点まで戻ってきます。脇の下を1周編んできました。最初の鎖の下から3つ目。1、2、3。次は2周目。同じように鎖3つ。隣に長編み。で、このまま1周して、また鎖3つ。で、ぐるぐると編んでいきます。で、好みの長さまで。まだ胴体部分を編んでいる途中なんですが、ここで一旦袖の説明をします。今、表が上の状態。ここは袖ぐり。ここは脇の下。脇の下には鎖が5つ。ここで少し狭くしたいので、この角で2つを1つにします。こことここで未完成の長編みを1つにします。ここも、ここと端の鎖、ここで未完成の長編みで1つにします。間の鎖3つは普通に編んでいきます。普通の長編み。で、真ん中。編みやすいように結び目を作ります。
ここは長編みの代わりの鎖3つ。1、2、3。隣に長編み。この3つは長編みにするので、ここは長編み。ここ、後で見分けにくくなりそうだったら、マーカー。で、次の角。こことここに未完成の長編み。未完成の長編みは長編みの途中まで絡めて、3本あるうちの2本から引き抜きます。同じようにここは長編み3つあるうちの真ん中、ここに未完成の長編み2本から引き抜きます。これで未完成の長編みが2つ。これを一度に引き抜いて、これで数が減りました。少し狭くなりました。次からは一つずつ。全部一つに一つの長編みを編んでいきます。これ以降も全部一つに一つ。で、ここまで戻ってきます。袖の1周目を編んできました。また、この角で2つを1つにして少し狭くします。まずこの角、長編み3つの真ん中。未完成の長編み。次はこの鎖の端、未完成の長編み。これを一度に引き抜いて狭くします。で、最後は普通の長編み。最初の鎖の下から3つ目。これで1周目が終わりました。で、ここでは数を減らしたので、後で数えやすいのでマーカーをつけておきます。次は普通の長編みで1周します。鎖3つ、隣に長編み。次も次もこのまま一つに一つの長編みぐるっと編んで、最後に鎖の下から3つ目、これが2周目。次3周目も普通の長編み、同じように普通の長編みでもう1周します。普通の長編みで2周編んできました。次また少し狭くします。もう片方でやってみたんですが、これが1周目、2周目、3周目。次にここで未完成の長編みでくるっと編んで、最後にまた未完成の長編み、ここから始めます。まず鎖3つ、1、2、3。次に未完成の長編みを2つ。
度に引き抜いて少し狭くなりました。次から一つに一つずつ。これで1周します。4周目を編んできました。最後また未完成の長編み。最初の鎖の下から3つ目。これでこの鎖の両脇で少し数が減りました。で、後で数えやすいのでマーカーをつけておきます。次はこの普通の長編みで2周。この後に2周編んでいきます。鎖3つ、1つに1つの長編み。で、これで1周します。最初の鎖に引き抜いて、次また鎖3つで、こっちで見るとこの部分、これが終わったらここと同じように鎖の両脇で未完成の長編み、その次は普通の長編みで、また未完成の長編みで少し数を減らしています。それ以降は全部普通の長編み。私の場合はこの狭くしたところが4回。段数で言うとここからここまで10段で、ここからは13段、長さは約38センチで、これでだいたい手首の上ぐらい。私はこれぐらいの長さにしました。これはお体に合わせてちょうどいい長さにしてください。で、これを繰り返してしばらく編んでいきます。で、この袖の最後に細編みを1周編んで、ここと同じようにこれを編んでいきます。次は袖口を編んでいきます。まず細編みで1周します。この時細い方の針で編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み、次もこのまま1つに1つずつ細編みをしていきます。で、1周編んでここまで戻ってきます。細編みで1周してきました。最初の細編みに引き抜きます。次はこの部分を編んでいきます。で、この長さはお好きにするんですが、私は襟ぐりと同じ長さなので鎖5つ分、もっと長くしても大丈夫です。鎖5つ、1、2、3、4、5で細編みをしていきます。細編みをするので鎖をもう一つ、一つ戻って2つ目に細編みで、表から2本見えるうちの向こう側1本の下で細編み、次も次もこれで細編みが5つ。
次はこことつなぎます。今糸が出ているのはこの隣につなぎます。ここの隣、引き抜き編み、これでつながりました。で、もう一つ引き抜き編み、これで引き抜き編みが2つ、裏返して、今度は袖の内側から編んでいきます。で、今編んだ引き抜き編み、この2つを飛ばします。1、2、3、ここに細編みで、2本見えるうちの向こう側1本、さっきと同じです。1、2、3で、この糸は向こうにどけておきます。で、1、2、3で、細編み、次も同じ。端では1本ではなくて2本、この2本の糸の下で、次また裏返します。鎖1つ裏返して、今度はまた外側から編んでいきます。鎖1つ編んで、その根元の細編み、この向こう側1本の下、これで細編みが5つで、またつなぎます。今糸が出ているのはこの次、引き抜き編みで、もう一つ引き抜き編み、引き抜き編みは2つ、これで引き抜き編み2つ、裏返します。で、今の引き抜き編み2つを飛ばします。1、2、3つ目、向こう側1本で、この糸はどけておきます。で、1、2、3で、端では2本で、また鎖1つ編んで裏返して、また同じように編んでいきます。鎖の根元、で、ここの次、で、1、2、3
端では2本の糸の下、これを繰り返していきます。ぐるっと編んでいって、ここまで編んでいきます。一周編んできました。今足元を見ると細編みが一つ、ここに引き抜きます。もう一つは最初に編んだ鎖と同じところ、ここに引き抜きます。で私はここに引き抜きます。これで引き抜き編みが2つで、さっきと同じようにまた編んでいきます。端では2本、次はこことここをつなぎます。で、裏から裏返して、こことここを引き抜き編みで合わせます。まずこの端と端、こちら側はこの細長い鎖に見えるところで、向こう側はこの2本見えるうちの向こう側1本、こっちもここに針を入れて引き抜き編みで合わせます。まず鎖一つで、手前ので、向こうは向こう側一本引き抜き編み、次も端まで合わせました。こんな感じになっています。これで大丈夫だったら糸を切ります。これは隠しておきます。で、袖が出来上がったら、あとは本体のところ、お腹のところをまたしばらく好みの長さまで編んでいきます。で、裾はこんな感じで同じようにぐるっと編んでいきます。脇の下をつないだ時の糸端を使って整えていきます。長めに残しているので、これを使ってこのつないだ時の長編み3つ、真ん中に穴が目立つので、これで整えながら補強します。
後でここに力が入るので、これでしっかりとさせて穴も目立たないようにします。こんな感じで目立たないようにします。で、他の糸も同じようにします。こんな感じに出来上がりました。この襟は前を少し下げました。なので首の前の部分に当たらなくて着心地がとても良くなっています。それとこの脇の下から肩にかけてゆったりとしていて、とても動かしやすくなっています。袖は長めで少し細め、それで丈が短いのでスタイルがよく見えると思います。で、重さは約 320g、 軽くて着心地が楽です。で、サイズを借りました。上から下まで52、横幅は45、襟は68、襟から袖口までは61で3センチの10センチ、重さは320、こんな感じになりました。で、私は身長160センチの L サイズ、ちょうどいいサイズになりました。最後までご視聴ありがとうございました。